こちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは復縁について見ていきます。あの人の中ではもう終わっていることなのかどうか、現状や今後について見ていきます。はい、では今回タロットカード何種類か使用しますが、今回もシャッフルしながらやっていきますね。そしてこのタロットカードは正逆を採用して見ていきます。今現在お別れしているような状況、音信不通や複雑な恋愛、気持ちを抱えている方向けのリーディングです。はい。なので結果としてはどういう風になるか今はまだ全然見えていない。はい。これからリーディングを行っていきますので、もし期待に添えられないような結果になった場合でも、あなた様の期待に近づいていくためにはどうすればいいのかということももらいながら見ていきます。はい、それでは見ていきましょう。まずこちらのタロットカードから現在のお互いのお気持ちや現状を見ていきます。まずはあなたの方で1枚出していきます。はい、今の現状のあなたの様子です。ペンタクルスのページが出ています。そしてお相手の方も見ていきます。はい、お相手の方です。お相手ワンドの4が出ていますね。はい。では、別れた時のお互いのお気持ち見ていきましょう。当時のお気持ちですね。はい、あなたの方も見ていきます。はい。別れた時のお気持ち、ワンドの9の逆位置が入っています。あなたがすごく辛かった思いっていうのが現れています。お相手の別れた時のお気持ちも見ていきます。もしかしたらどこか誤解があったとかね、そういうところも見ていこうと思います。待ってくださいね、これがあった。飛んできたのでこれをもらっていきます。別れた時のお相手のお気持ちです。エンペラーの逆位置、はいと出ていますね。ではそうですね、補足でカードを足していきましょう。この別れた時のお気持ちに対して補足でもらっていきます。お互いすごく苦しかった、そんな思いでお別れされたのかなっていうのがカードで出ています。はい、そうですね。お相手の方が切羽詰まっていたというか、かなり追い込まれていた、精神的にも環境的にもっていうところが出ています。なんかね、苦渋の選択だったんじゃないかなっていうのが出てきていますね。その別れた時のお気持ちです。そしてあなたの方も、お別れした時すごく辛かった。そしてお相手に対してこの時ね、この当時、正直に自分の気持ちを言えなかったような状況だった。なかなかお互いが本音を見せて話し合えていなかった。うまくコミュニケーションが取れていなかったんじゃないかなっていうのが、当時の様子から出ています。そしてあなたは今でもお相手のことを考えているし、連絡取りたいなとか、離れてしまっていることを今でも思っていますね。戻りたいなって思ってます。できるんだったら自分の気持ちを
届けていきたいし、お相手にね、もう少し自分に自信が欲しいっていうのもあります。別れた時を振り返って、あの頃よりも自分もっともっと、経験積んでいろんなことを学んでいきたい。このお別れしたことが自分の学びにつながったってことはあるんだけど、だけどこの成長した自分をお相手に見てほしいとかね、自分の気持ちもう一度伝えたいっていうのも出てきています。今の現状ですね。で、お相手の方はというと、今ちょっとね、このお別れした時に比べたら少しね、落ち着いているかなっていうところはあります。気持ち的な面ですね。環境もそうかもしれませんが、苦しかったところを今通り過ぎて、少し自分の中で今休息の時間が作れているような状況です。穏やかな状況っていうことでも考えられますね。受け取られます。だけどやっぱり自分の中で足りないものがある。なんかね、今ふわっと入ってくるのは、戻っていきたいなっていうのがあるのかなっていうのが入ってきています。今自分が割とこの時に比べて、お別れした時に比べたら割と今ちょっと落ち着いているような感じもするんだけど、でもここじゃないんだよなって、今自分のいる場所、今の自分の気持ちはここじゃない、とどまっていられないなっていうのが入ってるかなっていうのが出てきています。ある意味お別れした時っていうのも衝動的だったってところもあったかもしれないですね。なんかこううまくいかなくて、やっぱり急にお別れしようっていうのを切り出されたとかね、なんとなくうまくいっていなかったような状況だったんだけど、お相手の方も勢いっていうのもあったかもしれない。結構切羽詰まっていたんですよね。その時の気持ちで、そのままの勢いでお別れっていう言葉を口に出してしまったとか、お相手の態度っていうのもね、少しここあったのかな。問題的に、何かね引っかかるところがあったかな。お相手が冷たかったとかっていう風にあなたが感じたりとか、どこかこう融通が利かないというか、なんかね、お相手もね、お互いうまくいっていなかったってことを感じていて、なんかね、そういうやりとりがだんだんなくなっていくとか、2人の気持ち意思疎通しなくなってくるとか、そういうことをお互いね徐々に感じていたんだけど、かなりお相手の中ではなんかね切羽詰まっていたというか、もうねこれ以上っていうところが気持ちにあったのかなっていうところが出ています。はい。では、何かね誤解するようなことがあったのかっていうところももらっていこうと思います。少しね誤解しているところもあったんじゃないかなっていうのが出てきているんですね。かなり周りが見えていないというか、お相手の方が、状況判断がうまくできていなかったりとか、自分の中でこうもうこれ以上ダメなんだっていうふうに思い込みすぎていて、なので冷静な判断ができていなかったんじゃないかなっていうところがあります。ここに対して1枚もらっていきましょう。こう原因とか、例えばその原因に対して誤解があったとか、そういうところも見ていきます。はい、このフェアリータロットは正位置で見ていきます。スプリングの4番入っていますね。気持ちをね素直に言えなかったんだっていうところですね。同じ方向を向いてやっていけなかった。で、ここね同じカードなんですね。ワンドの4と同じなんですけど、でもこのフェアリータロットさんはこれ感謝を表しているカードなんですね。なのでありがとうっていう言葉が足りなかったとか、あなたに対する思いやりの気持ちに欠けていたとかね、そういうところが出てきています。もうちょっと優しくしてほしかったなとか、あなたの不安を取り除いてくれるような、受け止めてくれなかったとかね、そういうのをあなたが感じているお相手に対して、
広い心で受け止めてほしかったとか、私の不安を、大丈夫だよって言ってほしかったとかね、そういう頼りたかったんだけど、そういう余裕がなかった。そしてそのね、言葉に対して、その言葉でありがとうっていう感謝の気持ちが現れていなかったとか、好きだよとか、このお相手のお気持ちが言葉となってあなたに届かなかったところが、あなたは感じていたんじゃないかなっていうのが出てきています。そうですね、2人で安らかな関係にはこの時はね、慣れていなかった。それは言葉がね、足りなかったってところもあったんじゃないかなっていうのがあります。誤解というより、誤解、そうですね、お相手に余裕がね、あまりなかったんじゃないかなっていうところが出てきています。はい、では次行きましょう。お互い元々の相性ってどうだったのっていうところを見ていきます。お相手はね、そうですね、あなたに本当はね、今考えてみると、もう少し優しくしてあげられたんじゃないかなとか、あなたから優しくしてもらっていたことを、今になって感じていたりとか、その時は当たり前だと思ってしまっていたことが、それって当たり前じゃなかったんだなとか、あなたと一緒にいる時間ってすごく安らかで温かいものだったんだなっていう風に感じてるんじゃないかなっていうところがありますね。はい、では元々の2人の相性ってどんな相性だったのか。はい、もらっていきます。スプリングの9が入っています。ね、これね、スプリングの9っていうのは、このワンドの9と同じ意味のカードなんですね。で、今、このあなたのところは逆で入っていますが、この元々の相性のところにこのカードが入っています。とても情熱的っていうのがあるんですね。燃え上がっているような恋愛だったのかなっていうのがあります。感じられますね。恋愛の始まりですね、お二人。一目惚れだったりとか、パッと火がついて結びつくまで早かったとか、すごく情熱的な時間を初めはね、過ごしていたっていうような二人の相性っていうのが出てきています。お二人の恋愛ってもともとは複雑な事情から始まったっていう方もいると思います。そうでなかったとしても、恋愛関係になっていくといろんな困難があったと思うんですね。障害だったりとか、距離の問題だったりとか、そういう様々なことを乗り越えてお互いが強くなるための、相性だったんだっていうのが言われている。で、情熱もありますし、お相手がどちらかというとあなたを守っていくっていう立場とかね、そういうことが感じられます。守られっていうのがあるので、お相手かなり頼りにしているところがあなたの中にはあったんじゃないかなっていうのが出てきています。で、表向きはそうなんですが、心の中ではお相手もあなたに支えられているところがあったと思うんですね。2人が守られっていう関係が成り立っていて、そして2人でいろんな困難を乗り越えてきたんだっていうのがね、出てきています。何かね、守るべきものがお互いあったんだよってことが、ここの相性のところに出てきていますね。はい。では、お相手のことを深掘りしていきましょう。お別れした時、本当はあなたに何を言いたかったのかを見ていきます。はい。では、またタロットから見ていきますね。かなり精神的に追い込まれていたっていうところがあると思うんですね。そのお相手が。その原因っていうのも知りたいですよね。ただ今あなたにその時何を言いたかったのか。はい、もらっていきます。ソードの A と逆で入ってきていますね。はい。結構不安だったんだよとか、そう、あと自分の自由が利かないとかね。あ
とはやっぱりあなたとのつながりが切れてしまったように感じるとか、お相手もねかなり自由が利かなかったってことを言ってるんですよね。そしてもしかしたらなんですけど、お相手の中ではどこかあなたに縛られていたように感じていたっていうことが伝わってくるので、それを自分自身解放していきたかったとか、そういうのが何かね感じられますね。あとはあなたと意見が少し合わなかったことがあったとか、何かね問い詰められたとか、そういうふうに感じていたんだよってことをここで言っています。なんかね切れてしまったって、プツッと何か自分の中で張り詰めていたものがプツッと切れてしまって、それは不安から来るこの緊張の線だったかもしれないし、なんかいろんなところ張り巡らせていたものがある日突然プツッと切れて、そこからやる気がなくなっていってしまったというか、もうなんか続けていくことに対しての情熱が失われていったとか、そういうことが感じられます。なんかねもうこれ以上見たくないなとか感じたくないなっていうのを思っていたのかなっていうのがあって、もう切羽詰まってしまって、もうねお別れだみたいになってしまった、自分自身追い詰められていたんだってことが入ってきています。これ言いたいよってことを言ってるんですね。あとはもう少し深掘りしながらもらっていきます。先が見えないようなっていう風に感じていたとか、縛られていたとかね、そういうことから自分が解放していきたかったっていうことが言われていて、で今2枚飛んできてるんですね。はい、この2枚を見ていくと、クジャクのカードとメッセンジャーのカードが出てきているので、あなたにね伝えたかったんだけど、伝えられなかったで、もしくは本音を言いたかったんだけどしまい込んでしまっていたのかな。そこまで全部お相手のお気持ち、あなたは聞けないままお別れしてしまったとか、そういうところがあったかもしれない。弱音を見せたくなかったんだよって言っているんですよね。少しこの皇帝のカード逆位置とちょっと意味的には逆かなって思うんですね。本来だったらあなたに頼られたいって思っていたし、もちろん守りたいって思っていたし、いつもなんかかっこいい自分というか、頼れるような大きな存在でありたかったんですよ。ちょっとやそっとなことじゃぐらつかないような強い自分でいたかった。だけどお別れしてる時は、お別れした時はそれが自分じゃないような、いつもの自分らしくないような不安定な状況だった。でもそれをあまりあなたに見せたくなかったってことを言ってるんですよね。なんかどんな思いを抱えていたとか、弱音とかね、ぐらついてる気持ちとか、例えば切羽詰まってる気持ちがあったとしても、それをあなたにはあまりね見せたくないとか言いたくないっていうのがあるんですよね。見栄を張っていた、意地を張っていたってところがあります。なんかね最後まで綺麗にかっこいい自分のままあなたの中に残しておきたかったっていうのが入っています。ちょっとだからその自分がこういう風に見せていきたかったんだっていうところと、現実のこのお別れした時のこのお相手の様子と、心の中っていうのがかなりちぐはぐしているというか、いろいろあったのかなっていうのがありますね。ただ言いたかったけど本当は言えない思いがここにあったっていうのが言われています。だから本当は自分が切羽詰まっていたりとか、どこか自由を感じなくなっていて、自由を求めているところの自分っていうところ、本当の何について悩んでいたとか困っていたとか、何をされたくなかったとか、そういうことを、全部あなたに言えなかったとか、本当の自分の弱いところまで見せていけなかったとか、見せていけなかったんじゃなくて見せたくなかったっていう意地があるっていうのがね、やっぱりこの頑固っていうところが少しね出てきてしまっているのかなっていうのが出てきています。
こう今自分が囚われているものから解放されたくて、その一心で進めてきたんだけど、でそれで今この現状があるんですね。解放されたような気がするけど、でもやっぱり自分のいる場所ってここじゃないんだよなっていうような現状がここで出てきているんですね。はい。では本当はあなたに何を言いたかったのかっていうのがここで出てきています。で、実際この時のあなたってじゃあお相手にどういう風に映っていたのか、あなたに言いたかったことは、例えばね、あまり自分を縛り付けないでほしかったなとか、なんか追い込まれていたみたいなことを感じていたよってことが言われてるんですが、あなたはじゃあ実際どういう風に映っていたのかももらっていきましょう。で、それはこちらのジプシーカードからもらっていきます。お相手の目には、ちょっとこれ今シャッフルする前に飛んだんで一回しまっていきますね。お相手の目にはどういう風にあなたが映っていたのか。はい、乾杯のカードが出てきています。もう一枚もらっていきましょう。そうですね、違うカードからもらっていこうかな。画面から外れたので一回戻します。はい、デスのカードが入っています。今このデスのカードっていろんな意味があるんですけど、今でもお相手のお気持ちのこのエネルギーを感じていくと、このカードから感じられるのは、何かあなたがお相手から見たら無理に進んできたような感じがするとか、そういうふうに思えてきたっていうのが出てきているような気がするんですよね。本当はそのお相手って倒れていたりとか、気持ちが沈んでいたりとか、あまり乗り気になれなかった、何かねこう意地を張っていたりとか、頑固っていうのがかなりここ出てきてるんですね、お相手のところに。あと何か縛られていたとかね。でそれに対してどういうふうにあなたのこと映っていたのかって言ったら、もちろん楽しい時間もすごくあったんですよ。乾杯のカードが入ってるので、あなたと一緒にいる時間、そしてあなたの振る舞ったお料理、手料理とか、2人でお食事したことだったりとか、このねデートっていうのがすごく楽しい思い出として今でもずっと心に残ってるし、このお別れしてる時のこの時の状態の時ですら、この素敵な思い出、素敵な時間っていうのがすごくあったんですよ。だけどこれを続けていくのはもう終わりなんじゃないかっていうふうに感じていたし、どこかしらあなたが実はお相手弱っていたりとか、少しね縛られていたなって、そこから抜け出したいなって思っていたんだけど、それでもあなたの歩みが止まらなかったとか、2人の歩調が合わなかったんじゃないかなっていうのがお相手目線で入ってるんですね。あなたは進んでいこうとしている。もしかしたらこの関係とか環境をより良いものにしようっていう風にあなたが一生懸命動いていたりとか、もがいていたりとか、さらなる高みへ向かって自分たちを変えようとしていたりとか、あとはお相手に対してあまりね意地を張らないでほしいなっていう風に思っていて、それを行動とか口に出して表していったのかもしれないし、あなたの中ではすごくねいい関係にってもうね終わりなんじゃないかって思っていた環境だったんですけど、それでもなんとかうまくやっていこう、改善していこうっていう努力がここで乱れているんですよ。ただお相手の目から見ると、
確かにすごく素敵な思い出すごくたくさんあって大切だと思ってると思うんですね。だけど今の自分にはそれを乗り越えるような前に進む気力がなかったとか、どっちかっていうとね、これお相手立ち止まっているし、あなたは進んでいるので、やっぱり2人の歩調が合わなかったとか、自分は止まっていたかったのに進みがあったからそれについていけなかったとか、そういう、ズレっていうのを感じてたのかなっていうのが出てきています。そうですね。はい。ただあなたもすごく苦しかったと思うんですよ。ワンドの9ね、すごくお相手のことを考えていたし、自分の心のね重に怪我をしてるんですよね。あなたの心も傷ついているんですよ。なんだけど、でもそれでもなんとかねやっていこうとか、自分が耐えていけばいいんじゃないかとか、自分たちの環境がすごく苦しかったの分かっていたんだけど、なんとかしようって思っていたところがあったけど、どうにもならなかったんだっていうのがあなたの目線からではね、そういうふうには映っています。はい。ではここまで見てきたので、今あなたに対して思っていることを見ていきましょう。それはこちらのフェアリーのタロットからもらっていきます。今あなたに対して何を思っているのか。1枚出てきたんですが、出てくるのが早かった。なんかね、すごくすぐ言いたいことがあるっていう感じもしますね。ただもう1枚もらっていきましょう。はい、このカード1枚、またスプリングのエースが入ってるのと、これね、何かとてもね素早く出てきたので、今すぐにでも言いたいっていうことがウィンターの8。はい、ウィンターの8ってこのねソードの8と同じ、カードなんですね。もちろん絵柄によって感じ方とかね、エネルギーもそれぞれ違うのでまた違ってはくるんですが、立ち直っていきたいってことを言ってるんじゃないかな。何かね、お相手の方があなたに対してガツンって言うか態度で示すか何かしたと思うんですよ。あなたにとっては冷たく感じるようなこと、何か言われたとかね、お別れの時に。だけどそこからも自分は立ち直っていて、精神的にもね今立ち直っている状態で、だけどやっぱり同じですね。立ち直っているんだけど何かが足りない。でそれを求めた結果、ここねスプリングのエースが入ってるので、まずね行動に起こしていきたいってことが言われていて、そして今あなたに対して思ってることなので、怖い、不安、これがまず一番ありますね。立ち上がっているんだけど何かが足りないと思ってて、その原因って本当はどこにあるかって分かってるんですよ。自分の中で本当は自分がどうすればいいのかっていうのがちゃんと本当は分かってる。でそれは何かっていうと、これは全ての始まりを表すスプリングのエースです。もう一度情熱をかけてやっていきたいって、ここ全部ねスプリング入ってますよね。元々の2人の相性だったりとか、足りなかったものとか、情熱が同じワードとして入ってきてるんですよね。でこの情熱をまた始めていきたい、自分たちがうまく変わって、変容の蝶々が出てるので、美しく生まれ変わって、そしてまたね花を咲かせていきたいってことを言ってるし、このアクション、行動を起こしていきたいってことなんですね、このカードは。だけどこれが分かってるんだけど怖い、正直怖いって思ってる。ただ本当は動こうと思ったら動けるし、変えようと思ったら変えていけるんじゃないかっていう気持ちはあるの。本当はここあるんですよ。だけど自分が囚われていたりとか、やっぱりちょっと意地を張っているところがあるっていうのもあるんだと思うんですね。この氷の上に立っていて、本当はこの周りにも氷があるから移っていこうと思ったら飛び乗っていけるし、移り変わっていける羽とかも持ってるので、変えていこうと思ったら変えていけるんだけど、自分の中で不安とか動けないとかっていう思いに縛られすぎていて、
考えちゃって動けない。でも本当はどうすればいいのかとかどうしたいのかっていうのはちゃんと出てるんですよ。はい、なんかねちょっと後ろめたい気持ちもあるのかなっていうのがここで出てきています。はい、では今現在あなたとどんな関係になりたいのかっていうのをもらっていきましょう。はい、それもここのカードからもらっていきます。今現在どんな関係になっていきたいのか。はい、1枚もらっていきます。またねスプリング、かなりねこのねスプリングって共通して出てきていますよね。ワンドを表しているので、ここねかなり同じようなねワンド、情熱っていうのがあるんですよ。2人にとってこの恋愛とても燃え上がるような恋愛だったし、そして今お相手が動けばここまたさらにね再加熱するというか、また再び燃え出すことができるってことを分かってるんですよね。そういう関係だって、2人がお互いを求め合う関係だって、そういう熱があるって分かってるのに動けない。そして今どんな関係になりたいかってすごくね素敵なカードが入ってきていますよ。このスプリングのプリンセスっていうのはとても情熱を感じる、なんかね無邪気にブランコに乗ってね喜びながら遊んでいるようなイメージが入ってきますね。お花のブランコに乗っている。何かねあなたがとても笑っている、無邪気に笑っているっていう感じですね。なのでこういう風にあなたの笑っている顔が見たいとか、明るくさせてあげたいね。自分たちの情熱でもう一度笑顔を取り戻したいとか、笑っていられるような関係になっていきたいとか、すごく先のことに期待している、夢を持っているんじゃないかな。あなたと本当はねこうやってねとても華やかな感じが出てきているので、本当はこうやって向かってやっていきたいとか、そうしていきたいっていうのが分かってるんだけど、ちょっとね動けない。だけど自分の中で凝り固まっていて動けないっていうのが出ている。ただこの本音見ていくと、すごく今このあなたに対して明るい気持ちとか、なんかもうね届けたいって、あなたにこの自分の思いとか、本当だったらこの本音、弱いところっていうのを届けたいっていう風に言ってるのでね、素直になれないってところが出てきています。では2人の現状が変わるきっかけもらっていきましょう。はい、ではエンジェルアンサーからもらっていきます。2人の、現状が変わるきっかけです。まずこれ1枚もらっていくのと、そしてこちらからも1枚もらっていきます。はい、1枚もらっていきます。カップのページ逆位置で入っていますね。そしてあとはこのアンサーはイエス。2人のね、もうね、現状が変わるきっかけもう変わってますよって言ってるんですよね。今お別れしていて、その現状がまた再び動き出す、変わる、停滞している状況が変わっていくの、まさに今っていう風になってるんですね。今です、イエス、今変わります。変わりますか変わりませんかって聞いたら変わっていくし、それはいつですか、イエス、今ですっていうことも言ってるし、そのタイミング逃さないようによく見ていてねっていうようなことがここで入ってきてるような気がします。お魚落ちていっちゃってるでしょ、カップから抜けていってるので、だからこのカップっていうのは気持ちを表してるんですね。あなたの気持ちの中で取りこぼしがないかどうか今確認してみてとか、あとはタイミングね逃さないでってことも言ってるんじゃないかなって思うんですよ。
こう自分の直感を信じてってことも言ってるかもしれない。あなたが今タイミングだって思う時がまさにそれだよとかっていうようなことも言っているんじゃないかなっていうのが出てきています。これも今みたいな感じでね言ってるので、もしくはあなたが思っているタイミング通りっていうような感じもするから、その今ってあなたが思った瞬間がタイミング、それがね、たった今ってわけではないかもしれない。あなたが1ヶ月後2ヶ月後ぐらいに今なんじゃないかって思ったその瞬間がタイミングってことが言われているけどね、このタイミング逃さないようによく見てっていうことも言っている。では2人の関係性っていうのはどういうふうに変わっていくか見ていきましょう。このきっかけによってどう変わっていくのか。で、あとはそのあなたがタイミング逃さないでねって言ってるけど、そのタイミングっていうのはそうあなたがやっぱりねこう今なんじゃないかって思った時だから、そこに飛び乗っていく勇気っていうのもここで必要になってくる。行動とかね、そういうのも必要になってくるかなと出てきていますので、ではあなたがそうやってね今だって思って行動したらどう変わっていくのか見ていきましょう。はい、ではどういうふうに2人の関係性が変わっていくのか、タロットカードからもらっていきます。はい、もらっていきます。マジシャンが出ていますね。大きいことが出てきています。やっていけるよって変わっていけるってことが言われているので、2人の関係が大きく変わっていくし、また新しく、作り変えていくこともできる。いい風にねよりよく変えていくこともできるし、今止まっていたものが動き出すね、また続きを始めていこうとか、そういうことも言われているし、今までできなかったことができるようになってくるとかね、そういう可能性、力っていうのもここからすごく感じます。で、あなたが動いていくとこのように可能性が広がっていくっていうのが出てきていますね。では今あなたにできること、このねタイミングを逃さないってこともそうなんですけど、お相手にどういう風に接していったらいいのかって気になりますよね。今なんかねこう自分の中の世界に入っちゃって動けないとかね、自分が決めつけちゃってるんですよ。動けないとかね、自信がないから。でそのお相手に対してどういう風に接していけば心を開いてくれるとかね、そういう関係になっていけるっていうのがあるのかなっていうアドバイスもらっていきましょう。はい、ではオラクルカードからもらっていきます。はい、こちらからもらっていきます。はい、そしてこちらのカードからも具体的な行動をもう少しもらっていきましょう。で、お相手に対してどういうことすればいいのか。あとは今あなたが一人でもやっていけること。はい、ペンタクルスのクイーンが出ている。なるほど。ではね、こちらのカードからももらっていきましょう。何かね、あなたもともとすごく楽しい人っていうのがお相手の印象にあるんですよね。楽しいっていうのはこう面白いこと言ってくれるとかってこともそうかもしれないんですけどね、こうお相手の心を明るくしてくれるとか、そのあなたのやり方がすごく好きだった、笑わせてくれるとか、その笑わせてくれるっていうのはお笑い的な要素じゃなくて、まあそういう意味もあるかもしれないけど、このあなたの動き一つ一つがお相手の心を和やかにしてくれるとか、
温かくね、微笑ましく感じるとか、そういう気質があなたの中にあるんじゃないかな。楽しいことが好きってあなたがもともと感じる力がすごく人一倍あるとかね、楽しませることに喜びを見出してるとか、そういうあなたの魅力って本当はあって、そこをすごく懐かしんでるってところがあるんですね。なんかね、過去は過去っていうのがね、もう出ている。あまり過去にとらわれたりとかしなくていいよっていうのがここで言われているので、何かね、ちょっと似てますよね、イエスのカードと。あなた自身が当時のお相手に対して感じていた気持ち、なんかね、冷たくされているような気がするとかね、お相手頑固になってるとか、そういうところから今目をもうね、外していくとき、もうなんかね、こういうお相手のところを今そこまでね、こだわってあなたが感じて、そこをどうにかしていこうとか、変えていきたいとか、お相手がこういう風にならないために自分変えていかなきゃいけないとか、直していかなきゃいけないんじゃないかなっていう風に思っていることを無理にね、そこを意識しなくてもいいよっていう風にまず言われていること。このエンペラーに対してクイーンのね、ペンタクルスのクイーンが出てきていますので、お相手をね、自由にお相手やっていっても受け止めていけるような包容力とか、包み込んでくれる温かさ、そしてこの大きなコインを手に持って写し鏡みたいな感じで自分の顔がこのコインに映っているんですね。私が思うにこれね、自分のことも大切にしてねって言ってると思うんですね。ペンタクルのクイーンっていうのが包み込んでくれる優しさとか愛情とかね、そういうのを表してるんですけど、自由に走り回っているウサギさんもいるし、このコインあなたが大切に手に持っていて、自分の顔も映ってる。だからお相手ばかりじゃなくて、お相手の顔色を伺うとか、お相手の気持ちを優先させるとか、そうじゃなくて自分自身のことも大事にしてあげてねとか、包み込んであげてねってことも言われてるんじゃないかなっていうのが感じられます。この今の現状のところで同じくね、ペンタクルのページが出てきていて、あなたが一生懸命変えたいとか、もっとこうやってやっていけばいいんじゃないかとか、いろんなこと考えてるんだけどうまくいかない現状、そこを考えすぎだから、なんかその自分以外のことでもうちょっと自分が直していけば変わっていったんじゃないかとか、良くなるんじゃないかとか、どこか自分のせいにしているところがあったんですけど、そこをあまり考えすぎなくていいっていうことが言われてる。もっと自分自身の気持ち大切にしたりとか、自分ばかりが直していかなきゃとか、お相手に合わせたりとか、そういうことじゃないんじゃないかなっていうのが言われてるし、そしてこの大切にするっていうことをあなたはもうすでにできてるんですよ。だから意識してじゃあ大切にしていかなきゃとか、何かね、そこまでそう言われたからって意識してもどうにもなるようなところじゃないし、もうこういう包容力とか愛情深さっていうのはあなたはすでに持っているから、その愛情深さを 100% お相手に向けるだけじゃなくて、この半々の割合で自分のことも同じぐらい大切にしてあげてねっていうのが言われてるし、あと自由にね、お相手が走り回ったりとかしていっても、あなたはこの自分を大切にする気持ちを持つことで、なんかね、全部お相手に気持ち向けるわけじゃないから、ある程度余裕が出てくるよってことが言われてると思います。どちらかというと解放していく気持ちをね、心を解放していくっていうのがこのカードからも出ていますし、あとこのね、メッセージのカード、これは日々の生活、小さなことでもいいからどんなことでも喜んでやっていこうとか、その中に喜び、感謝っていうのをね、見出していこうっていうのが言われているし、生み出していくっていうのもあるんですよね。シャンパンを開けたらシュパって出てくる、いろんな楽しいことが出てくるかのように、何かね、一つ一つ積み重ねていくことっていうこともそうだし、あなたはもともと得意なんですよ。乾杯カードが
出てるから、お相手目線のあなたのところに出てるから、もともと小さなことでもお祝いするのが好きだったりとか、ちょっとしたことでも笑顔になって喜べたりとか、純粋な気持ちっていうのも持ってるんですよね。だからこのあなたすごく魅力的だし、今例えば落ち込んでいて自分を変えるためにとかいろんなこと考えていて、ちょっとしたことでも今笑えないような日々かもしれない。でもそこからもう抜け出して、一つ一つのことをかみしめながらタイミングが来るまでやってみてください。そしてお相手とまた再び縁が結ぶ時がやってくるんですね。ここでもう出てるので、あなたが今やること、今お伝えしたことをやっていくと、お相手もこう動きたいっていう本当の気持ちが形になって現れてきたりとかっていうのも出てくるんですね。一度2人の気持ちが少しでもね触れ合うことができれば、そこからお相手燃え上がるように動いてきてくれるので、ということも入っています。あとはですね、お選びいただいたカードも見ていきたいですね。ここを見ていく前に、そうですね、お相手にじゃあ話しかければいいのっていうね、あなたからアクション、確かにね、こうタイミングを見て今だって思う時にアクション起こしてねっていう風には言われてるんですよ。で、小さなことでもいいからやってみてってことが言われてるんですが、もうちょっと具体的にじゃあどうするのってところをもらっていきましょうか。ちょっとね気になりますよね。じゃああなたから動くってことは分かったんだけど、どういう風に動いたらお相手どういう風に、この何か自分の中でこう意地を張っているところから抜け出してくれるのかなっていうところも見ていきましょう。はい、このカードをもらっていきます。いや、もうなんか分かりやすくね、音楽聴いてくださいって言われてますよね。あなたの中の音楽、心の中の声とか、もう分かりやすくね、音楽ってこともそうかもしれないし、本当にシンプルにあなたの好きな音楽聴いてねとか、あともうライブに誘うとかね、コンサートに誘う、共通のなんか好きなアーティストとかもいるんですかね。ちょっとなんか似てますよね。3人揃ってお祝いしてるみたいな感じで、音楽の流れるような場所でデートしていたとか、そういうようなことも感じられるから、あとはもう単純にこう音楽お相手に紹介するとか、そういう話題を振るとかね、とか、あとは自分の心の声っていうこともここ入ってきているので、あなたの本当の言いたかったこと、伝えたかったことね、奏でたい気持ち、これを流していくお相手にね、聞かせてあげてくださいねっていうのが、この具体的なアドバイスとして入っています。そうすることでお相手のこの固まってしまった氷が溶けていくでしょう。そしてこのアドバイスですね、お選びいただいた、カードのメッセージとしては、バランスってことが言われています。愛情っていうのはお相手に合わせるだけの関係っていうことだけではない。で、より素晴らしい関係になっていくためには、お互いが支え合う気持ち、そして前に向かって一歩前進していく、このね、一歩っていう踏み出すチャレンジする心が大切になってくるんです。あなたばかりがお相手に気を使う必要もないし、で、お相手が自分ばっかりがこう意地になってここから動かないぞみたいに固くなる必要もないし、お互いのこのうまいバランス、うまい具合っていうのを今2人が探り合っていく、学んでいく段階にあるんじゃないかなっていうのがここで言われています。もちろんそのためには心を開いていくことっていうのがね、キーワードとして入ってきています。そしてこれね、引用のカードが出ていますので、2人がこううまく混ざっていくタイミングももうやってくると思うんですよね。もう間もなくそのタイミングっていうのもお伝えした通りです。で、そのためにどういうことをやっていけばいいのかとか、今あなたがやっておくことっていうのもお伝えしましたので、こちらも参考にしてみてください。今回は復縁についてリーディングしました。あの人の中にはまだあなたがいるのか、
それとももうこの恋終わってるっていう風にお相手がねもう区切りをつけてしまっているのかっていうのをはっきりと見ていこうと思ってリーディングしましたが、この1番をお選びいただいた方はお相手ね意地になってるんですが、あなたはまだお相手の心の中に存在しています。はい、この中から何か一つでも心に残ることがあれば参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またいつもコメントや高評価本当にありがとうございます。励みになっています。ぜひ一緒にチャンネル作り応援よろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは復縁リーディングです。今、あの人の心の中にあなたが存在しているのか、それともね、このお相手の中ではもうあなたとの恋愛は終わっているのか、はっきりと見ていこうと思います。はい、では今回もタロットカードシャッフルするところから行っていきます。はい、このタロットカードは制逆採用で見ていきます。もう一度すでに離れてしまっている縁ではありますので、これを再びね戻していく復縁ということなので、なかなか難しいことではあると思うんですね。かなりエネルギーも使っていくことだと思います。はい、でそこでお相手がどういう答えを今出してくれるのか、リーディングではっきりと見ていくので、もしかしたら期待通りの、例えばスピードで元に戻っていくとか、そのようにならないような結果になるかもしれません。ただその場合でも、じゃあどうすれば運気を変えていけるのかとか、そういうところも見ていこうと思います。まずはカードを出してみて、その結果でいろいろ変えながらお相手に尋ねていこうと思います。はい、では見ていきます。まず今現在のお互いの現状を見ていきます。まずはあなたの現状で1枚もらっていった後に、お相手の現状を次に出していきます。少しね今たくさんね出てきていて、そしてねここに何枚、3枚出てきていますね。あなたの中の複雑な気持ちっていうのが今溢れてきています。はい、これ3枚ねもらっていきましょう。少し多いんですが、でもねその分あなたがいろんなことを考えて思っていろいろ悩んでいるってところが出てきています。はい、ではお相手もらっていきましょう。お相手の方もかなりねたくさん飛び出してくるので、どうかな。お互いそれぞれ言いたいこと、思ってること、そして今の現状っていうのがいろいろあるのかなっていうのが出てきています。もらっていきましょう。お相手カップの10逆位置でまず入ってきていて、そして飛び出してきたのがちょっとこれ横なんですけど、ペンタクルのクイーンと、ペンタクルの5番正位置で入ってきています。かなりねお相手すごく今苦しいよって言ってるんですね。すごく苦しいんじゃないかな。正直本当に自分の今ね思っている通りに生活できていない。もうはっきり言ってもう身も心もボロボロっていうのが入ってきてます。助けてほしいんだけど、もう助けてくれる人すらいない。もうそういうなんかね自分が頼れるような、なんかこう本当はすがりたい気持ちではあるんだけど、その信じる、何を信じていいかわからないとかね、こう火が今焚き火をしていて暖を取ってるのが
逆で入っていて、こっちもすごく吹雪の中ボロボロ、怪我もしている、食べるものもお金もない、そんな中歩いていかなきゃいけないんだけど歩けないような気持ちもある。すごく今暖を取れなくて寒い気持ちっていう、苦しいとか痛いとか、自分の理想と全く違う今の現状、とても落ち込んでる、苦しいっていうのが入ってくるんですよね。で、あとペンタクルのクイーンが横で出てきているので、これちょっとポイントかなっていうのがあります。ここかなり分かりやすい今お相手の現状。ここも後で見ていきますね。そして今あなたのところ、見てますね。ここも少しあなたのところ複雑な思いを抱えてるんじゃないかなっていうのがあります。ちょっと深掘りしたいところがある。カップのナイトとクイーンが出てきてるんですけど、正逆それぞれ出てきているので、うまくいってないのがわかるんですけど、2人の思いがかなり逆転しているか、もしくはどちらか片方がすごく好きでどちらか片方はそうじゃないとか、全く別の方向を向いているか、もしくはすごく気持ちがあって届けていきたいんだけど届けられないっていうのが出てきている。すごくあなたのところにこの告白のカードが出ているので、愛情を届けていきたいって、だけどこの愛情をあなたが飲んでしまってるっていうのもちょっと気になるんですけど、でも届けに行きたい気持ちがあるけど、あえて気持ち飲み込んでるところあるのかなっていうところ、自分の気持ちバラバラに今してるような気もするんですよね。本当はちゃんとした思いとか愛情っていうのがすごくここあるんですよ。カップだから気持ち、愛情を表すカードなので、そしてコートカード、人物のカードなのですごく大きなものを持ってるんだけど、自分の気持ち今バラバラにしてる感じがするんですよね。ストレートに表現していってないような感じもして、ワンドの6番、これは勝利とかを表すカードでもあるんですけど、ここ少し気になりますね。ちょっと気になるので補足もらっていきましょう。一体今のあなたの現状どうなってるのか、いろんな読み方が出てくるんですよね。例えば自分は思ってるんだけどお相手が素直になってくれてないっていう風にあなたが感じてるのかもしれないし、現状で見てるので距離があったんだけど今距離が近づいてきているとか、その物理的な距離かもしれないし心の距離かもしれないんですけど、今自分でお相手と近づいてるような気がするってあなたが感じてるのかもしれない。ちょっと気になりますね。ちょっと見てるライバルのカードが入ってきていて、ただこれライバルとは言われてるんですけど、どう読んだらいいかわからない、ちょっと複雑な感じが出てきていますこことこことこことみたいな感じで三角関係みたいな感じかもしれないし、何か誤解が生まれてるかもしれないし、もちろんあなた自身が誰かに乱れてる気がするとか、自分があまりいいようにその乱れてることに対してあまりいい気持ちしてないっていうこともあるし、あなた自身が誰かを見ているってこともありえます。ちょっとここただ見えない敵がいるとかなんとなく感じてるんだけどまだはっきりと見えてこない障害とか、そういうのを感じてるようなところがあるんじゃないかなっていうのがまず入ってきます。これはお仕事で成功するとか自信を持つとかそういうようなカードでもあるけど、すごく複雑っていうのが出てきています。
ここね、かなりあなたのところが複雑。ちょっともらっていきます。魂がつながるとき、つながりを感じられていない。今、自分自身が、お相手に連絡取れない。自分自身がわからなくなってるってこともあるかもしれないですね。ここ何か深掘りしていきましょう。望み、ホープ、望みがある。でもね、すごくね、何か寄りかかっていて、ね、何か本当は自分が本当はどうしたいのか、今あなたの中ですごくバラバラになってるんじゃないかなっていうのがある。どうしたいのかすらわからないのかもしれないし、あれしたいこれしたいとか、本当は向かっていきたいんだけど、でもそれはねやっちゃいけないんじゃないかとか、ブレーキかけていたりとか、何かね、あえて自分の心をバラバラにするようなことを自分でやっているとか、周りの影響もあってそうしなきゃいけないとか、あまり好きなようにできないとか、自分の気持ち素直になれない、見えてこない、望み通りに物事が進んでいかないとか、これライバルを表すカードだから、あなた自身の心と戦ってるのかもしれないし、自分の心じゃなくて、例えば障害とか他の人っていうのもあなたの中に感じてるかもしれない。何かね、周りを見て羨ましいなって、どうして自分はこうじゃないんだろうとか、そういうこと気にしちゃっていたりとか、自分の過去のこと、この恋愛のこと、過去のこととかですごく考えていて、でどうしてああじゃなかったんだろうとか、いろんなこと考えていて、今自分がどうしていきたいのかとか、どう進みたいとか、もうどうしたいこうしたいとか、それすらもなんか悩んでしまう。はっきりと連絡取りたいから動くとか、そういうところまで今気持ちが出てこないとか、言えないっていうのがあるのかな。気持ち飲み込んじゃってるところがあるんですね。本音ってどうなってるんでしょうか。あなたの本音が、でもね、本音は自分自身でも気がついていないところで、本当はこうしていきたいっていう本音出てきてるんですよ。お相手とつながっていきたいっていうのがある。それはもう出てるんですよ。でもそれがね、うまく表現できないとか、言えない。言えない。素直になれないのか、状況で自分がそうやって表立って好きであって、お相手のこと好きなんだってことが今言えないような状況にいるとか、そういうこともあるのかもしれない。戻ってきてほしいんですよ、お相手に本当は。でも何かそこに対して障害があるとか、自分の中でストップかけてるような心もあるのかもしれない。何かいろいろあって、今戻ってこれないお相手が戻ってきてほしいと思ってるんだけど、そうなっていかないっていうのが今あなたが感じている。で、やっぱり周りと自分を比べたりとかっていうところがあるんじゃないかなって思うんですね。あなたとお相手の気持ちのバランスも取れてない。どっちか一方がすごくね、何か違うっていう風に感じてるから、お相手に冷たくされてるってあなたが感じるかもしれないし、あなた自身の心が見えてこないっていうこともあるのかもしれない。ここかなりね、このお相手のペンタクルのクイーンっていうのがかなりこれ鍵となってくるので、最後に読んでいきましょう。ただお相手今すごく苦しいんですよ。だからそれは気持ちだけじゃなくて状況も言ってるかも。そうですね、家族と協調していけない。
だからご家庭がうまくいっていないっていう、本当にねストレートにそれが入ってるかもしれない。そのことで自分が出費だったりとか大きな損失っていうのが今生まれてるのかもしれないし、その中ですごく孤独でね、それでなんとかやっていこうっていう気力にすらなれないぐらい今辛い状況にいる。で、家庭環境じゃなかったとしてもチームワークだったりとかっていうのも表しているので、何か自分が孤立してるとかうまくいってないとか、そういうのを感じてるんですね。現状で入ってきてるので、もう恋愛でねガツンって落ち込んでるってこともあるし、仕事がうまくいってないとか、生活そのものがうまくいってない、お金がないとかね、時間がないとか、仲良くしてくれる友達がいないとか、何かどこか一人ぼっちっていうのがすごく入ってくるので、でもし仕事うまくいってないとかであれば、あなたはそれを見て応援してる、頑張ってほしいとか、立ち直ってほしいとか、お相手が幸せな生活を送ってくれたらいいなってこともあなたは思っているんだけど、でもそこまでお相手がたどり着いていない状況、このお相手の状況があるから、あなたも自分の気持ち素直に表していけないっていうのもあるのかもしれない。かなりこのあなたのところに複雑な気持ち、状況っていうのが出てきています。では別れた時のお互いの気持ち見ていきましょう。ではこちらのタロットカードからもらっていきます。お別れした時お互いどういう気持ちだったのか、まずあなたから1枚もらっていきます。飛んできたのがこれね、ひっくり返って上下ね逆さに出てきたんですけど、太陽の逆、うまくいくとね、これ本当はこの状態で出てきたんだけど、出てくる瞬間にひっくり返ったので、これ結構でっかいかなと思って、すごくうまくいくと思ってたね。お相手と一緒にいるとすごく温かいし楽しい気持ちになれるし、最高って思ってた。でもそれはとっても束の間、一瞬の出来事で運命的な出会いだと思ったんだけど、でもすぐにねうまくいかないって思っちゃった。やっぱりこれは自分の気持ち一つでは乗り越えられないような関係だったんじゃないかなっていうのが出てきています。あなたの中でひどくがっかりしたとか落ち込んだとか、それはねこの状況かな。あなたを照らしてくれる太陽が出てきてくれなくなっちゃったから、自分たちを照らしてくれるものがある日突然なくなってしまったように感じる。もう突然何もかもうまくいかないように感じるとか、2人の関係において確かに出会ったことってすごくとても素敵、お付き合いできたことってすごく素晴らしいことだったって思ってるんだけど、続けていくね、永久的に続けていくために乗り越えていかなきゃいけないものがすぐ出てきた。何かね障害のある恋愛とかそういう感じがしますね。ではお相手の方も見ていきましょう。お相手のお気持ちがまたねポロッとね出てくる。あなたともお相手もポロッとね出てくるんですよね。開けるの怖いですよ。チャリオットの逆、もう進みたいと思ってるのに進めなかったってポロッともう素早く出してくるので、とにかくこの気持ちが強くて、もうすぐにでもあなたに届けたい、知ってほしいとか、なんかね誤解もあるかもしれないですね。だからこうやって早くカードを出して、もうすぐにでもあなたに知ってほしいとか、真実知ってほしいとか、そういうことも言ってるかもしれないし、もうねすぐ出てくるから、本当に2人でやっていきたいって思ってたし、同じ方向を向いてやっていけるって思ってたのに、戦車って進むじゃないですか。だけど進んでいかない、逆だから思った通りにうまくいかない。日が昇ってこない、希望が見えてこない、絶望的だ。で別れた時お互いがお互いで
先って未来のこと考えたら動けなくなっちゃったとか、気持ちがあるけどやっていけないんじゃないかって自信がなくなっちゃったりとか、2人のねこの進み具合、何かでもここで感じるのは同じこと考えているんじゃないかなって。例えば喧嘩みたいな感じでどっちか一方がバシッと言ってそこで終わりとかじゃなくて、何かね2人の将来のことを考えていくと、障害とか今この状況で自分たちが恋愛関係だってことが表向きにできないとか、日の元を歩けない堂々とっていう、無邪気にね裸のまま歩いていけないとか、そういう複雑な事情があったから進めなかったんだよっていうのも感じられるし、自信がないっていうのがあるんですよ。環境を変えていく力がね今自分たちには足りていないんじゃないかっていうふうに当時考えていたのかもしれないし、お相手が自分が今まで経験したことないようなことに取り組んでいくことが不安だった。だから自分が出費だったりとか、何か自分の中で痛手になるようなこと、今まで経験してこなかったようなこと、孤立することかもしれないし、そういうことに対しての恐れとか不安とか、そういうのも感じていた。で、お別れする時ですね、お互いそういうのを感じていてっていうのがあるのと、お相手が不安に思ってること、違う形かもしれないけど、うまくやっていけないとか、先のこと不安って勇気がないとか思ってる、また違うことかもしれないけど、現状今でもそうなってるよっていう感じがするんですよね。違う意味で、あなたと進んでいけないことの理由とは違う意味ですごく今寂しい思いしてるんじゃないかな、辛い思いしてるんじゃないかなっていうのが入ってきています。これやっぱりかなり鍵になってくるかなと思うので、一番最後にもらっていきましょう。何か誤解があるというよりは、かなり明確なことがお互い分かっていることがあるんじゃないかなっていうのを感じられます。では今あなたに対してお相手何を思っているのかで、お相手はこのお別れするときあなたに何を言いたかったのか、そしてもともとお二人の相性っていいのかどうなのかっていうのをもらっていきます。ここすべてね続けてもらっていきましょう。まず二人のもともとの相性、このフェアリータロットは正位置で採用していきます。はい、もともとの2人の相性です。スプリングの3、はい、入ってます。素晴らしいですね。もともとの2人の相性っていいと思うんですよね。とてもね湧き上がる気持ち、情熱っていうのが感じられますし、掴み取ったんだよってことを言われてるので、2人の気持ちが一緒とか通じ合えるような、お互いのこの連鎖する気持ち、共鳴し合える心っていうのをとても感じられるような相性だったのかなっていうのがありますし、2人の関係がどんどんと、お互いの関係良くなっていく、それぞれ自分たちの気持ちが明るくなるとか、魂の成長につながるような相性だったんじゃないかな。お互いを高め合えるような相性っていうのが出てきています。では、お別れした時あなたに本当は何を言いたかったのか、これももらっていきましょう。はい、何を言いたかったのか。スプリングの9。なるほど、ワンドの9入ってますね。守りたかったんじゃないかな。
っていうのが思います。2人の関係を守りたかったとか、本当はね、行かないでほしかったんじゃないかなっていうのが感じられます。このカードから。追いかけたかったんだけど追いかけられなかった。やっぱり勇気が出なかったんですよね。その先に進みたかったっていう気持ちも勇気が出なかったし、お別れしてあなたが去っていくことで行かないでっていう気持ちも言う勇気がなかったっていう、消極的だったっていうのがある。すごくね、悩んだんじゃないかな、お相手。すごく辛かったんじゃないかなっていうのが出てきています。2人の関係が変わっていくのが怖かった。崩れていくのが怖かったっていうか、もちろんね、進んでいかないのもそうだし、お別れっていう風に離れてしまうこともすごく苦しかったんじゃないかなって、それ今でも引きずってるんじゃないかなっていうのがありますね。はい、では今あなたに対して何を思っているのか、これももらっていきましょう。一回しまいますね。今あなたに対して思っていること、はい、サマーのセブン。なるほど。何かね、虹が伸びていて道が決まっていくみたいな感じに感じられるんですよね。光が差し込んでくるというか、自分から光を出していってるんですよね、これ。何か光るものを手に持っていて、そこから虹がまっすぐと伸びている。このまっすぐっていうのがポイントじゃないですか。ぐらぐらしていたものがまっすぐと定まってくる。自分の気持ちに覚悟ができるのかもしれないし、恐れていたことに対してもうね、悩むのやめたとか、いろいろうじうじするのやめたとか、そういう自分がこれからどうしていきたいのかとか、どうやってやっていくのか、いろんな選択ができてるんじゃないかなって。今あなたに対してまっすぐ進んでいくよって言ってるような気がします。この絵から見て感じられるのは、自分でね、道作っていく、切り開いていくっていうことを言われているんじゃないかなと思います。お別れした時にできていなかったことを、これ乗り越えたよってことを言われてるような気がしますね。はい、ではあなたとどんな関係に今なりたいと思ってるのか。決めたよってことは言ってるんだけど、どんな関係になりたいと思ってるのかもらっていきましょう。ちょっとこれを一回戻して、はい、どんな関係になりたいと思ってるのか。今画面から外れたものがあるので、これは除いといて、はい、どんな関係になりたいのか。ムーンだ。ありのままの自分たちでやっていきたいってことを言ってるから、複雑な恋愛の方が多かったのかな。事情が抱えていた。あまりね、やっぱり口に出して言えないような関係性っていうのがあったのかなというのが出てきています。周りのことを気にせずに、自分たちの思う通りに関係性を築いていきたいっていうのを言ってる。どんな関係になりたいか、ありのままの自分たちの気持ち一つでやっていけるようになっていきたい、紡いでいきたいっていうことが言われてる。もう道ははっきりと一本決まったから、もう赴くままに気持ちのね、高ぶるままに表現していきたいんだって言ってるようなね、感じがします。思った通りにやっていきたいって、いろんな外のこと、状況とかいろんな環境とか障害とかなんやかんやと、そんなことはまず置いといて、自分たちがどうしたいのかっていうそのことだけに集中していけるような関係になりたいって言われています。お相手のお気持ちですね。はい、ではお相手じゃあ動いてくれるのかってところですよね。こういうふうに決めたからとか、こういう関係になりたいっていうのははっきりと出てきてくれています。じゃあ
動くんですかってところをもらっていきましょう。動くんだったらどういう風に動いてくるのかっていうのももらっていきましょう。結局ね、思ってるだけでじゃあどうなのってところがあるので、その動くために多分お相手自身変えなきゃいけないことってあると思うんですね。カップの3動きますね。乾杯のカードが入ってきているので、お誘いしてくるんじゃないですか、あなたに。遊ばないとか連絡くれるとか、お話ししようとか、気軽になんかこう復縁について話し合おうじゃなくて、いきなりね重いところから始めるんじゃなくて、まずは会って話しようとか、まずね一番最初は LINE で元気みたいな感じで連絡して、であなたから返事返ってきたら、じゃあご飯行かないみたいな感じで順序踏んで、できる限り明るい方へ持っていこうと動くと思いますよ。はい。ただすごく不安に思ってるってところはあります。動いてくるんだけど、ちょっと考えてるかな。やっぱり何かこう状況的に2人のことを監視してるというか、見られてるとか、そういうことが言われてるんでしょうか。ライバルのカード、ここに入ってることとこれですね。でちょっと似てるので、お誘いしたいんだけど少し勇気は出ないって言ってる。消極的かな。ここは根本的にこうお相手心配性だったりとか、自分に自信がないとか、まっすぐ進んでいくことに対して自分に自信が持てないってところがあるのかな。それが見えない敵となって現れてきていると思います。だから様子見ながら動いてくるんじゃないかなと。初めは元気って一言連絡して、であなたからいいお返事をもらえるんだったら次少しねやり取りしていって、でいけそうだなっていう風に確信、なんかね少しずつ歩み寄っていくっていう感じできるんだったら、自分が傷つきたくないとか、これ以上自分に自信なくしたくないとかね、あなたがね嫌だっていう風に言われたらどうしようみたいなことを考えている。なんかね一人で考えてる、一人で考えすぎてっていう感じがする。あなた考えすぎじゃないみたいなことを思うんですけど、こういう風にね素直にパッパパってこうお誘いしちゃえばいいのにっていうのが私今ふらっと思ったんですけど、だけどあなたのこの状況を見てるとそうだよなって、気軽に誘えないかもしれないって、お相手があなたの様子見てると何かこう思うことあっても素直に堂々と誘えないとかっていうところがあるんじゃないかな。それもあってうまくいかなかったらどうしようっていう、ちょっと、自分がちょっとね悲劇になってますっていう感じもしてるんだけど、勇気が持てない、自信が出てこないとか、断られるのが怖いとか恐れてるっていうところがあるけど、動いてくると思います。ここで少しずつっていう感じですね。もしくは2人で話せないから友達交えて会う時間が出てくるとか、何かちょっとしたきっかけっていうのが、意図的に多分作ってくると思いますね。では、そうですね、動いてくるかってことに対しては、動いてくる、心配ながらも動いてくるでしょうと、ちょっとずつ。では、2人の今の現状が変わるきっかけもらっていきたいんですが、あなた自身がお相手とどうなりたいのかっていうのがちょっとまだ見えてこないところがあるんですね。ではあなたのお気持ちを教えてください。はい、ではフェアリーのタロットから今のあなたのお気持ち
本当はどうしたいと思っていますか？あなたは。あなたが思っていることを教えてください。お相手との関係性。ジャスティス。ガツンときますね。公にしていかなきゃって。はっきりさせていかなきゃっていうのが言われてる。で、あなたもお相手に対して気持ちがあるんですよ。二人揃っていて、ただね、裁きの前にいるというか、二人で誓いを立てていくんだったら、何かね、ここで、判決を待つというか、認めてもらえるかもらえないかみたいな答えを二人がもらっていくことが必要ってことをあなたが感じてる。あとは、自分の中のジャスティス、正義、自分の中の正義とはっていうところが今あなたの中で引っかかっているところがあるのかな。そして天秤があるのでバランスですよね。うまいバランスってどこだろう。自分の気持ちの中のねバランスかもしれないし、2人がうまくまたやっていくためにはどうしたらいいんだろうとか、同じこと繰り返さないためにはとか、そういうことを感じていたりとか、あとはモラルとかね、自分の中のこれはいいとかね、ここから先は違うんじゃないかとか、そういうことを今自分の中で決めようとしていたりとか、もちろん誰かに2人の関係を認めてほしいっていうのもあるのかなっていうのが正直出てきています。あんまり人に言えないような気持ちとかをどうですかって誰かに尋ねて、認めてもらいたいとか、そういうところが今ある。あとは自分の中で決めていかなきゃって、はっきりとこうとかああとか違ういいとかね、何かガツッと自分の中で決めていかなきゃっていうところが今あなたの中に出ている。あなたの本当の気持ち、今自分の気持ちを測りにかけているところもあるんじゃないかなと思います。どう傾けていけばいいのかとか、あとは傾けすぎないためにとかね、両立するとかバランス取っていくためにもどうしたらいいのかっていう、この自分の道筋っていうのをはっきりと決めようとしている。あなたがね、という今のお気持ちが見えてきています。では、2人の現状が変わるきっかけもらっていきましょう。はい。エンジェルアンサーから2人が変わるきっかけになる出来事なんですかともらっていきましょう。はい、2人が変わるきっかけ。これ日常的な健康を表すカードなんですね。ヘルスのカード。そうですね。ただ、カップでしょ？カップがある。で、このカードは、健康を回復させるっていう元々の意味はある。確かにあるんですけど、なので、例えばね、怪我をしているとか、体調悪いとか、そういうことがあれば、その体調が回復していく時がタイミングってことが言われてる。心身のバランスがうまく整った時っていうことも言われてるし、生活リズムが整った時とか、あとは、これあなたのタイミングが大きく入ってくるかな。今自分の気持ちがバラバラな気がするとか、それを統一していく、一つにしていこうってあなたが今考えていて、それが定まった時とか、あとはお相手からお誘いをもらってそれを受け取る時っていう、このね、カップを受け取る時っていう、この壊れかかっているものがちゃんとした形になって、あなたがそれを目の前に差し出された時っていうのがあるので、はい、この2つですね。いろんなバランス、生活に対する、心身に対するバランスが整った時、あとはお誘いを受けた時、自分の道が決まった時っていうのがタイミングとして入ってきています。では、この変わるきっかけ、これによって2人の関係性ってどういう風に変わりますかというのを聞いていきます。はい、ではタロットからもらっていきます。
い、ジャッジメント逆位置。はい、ワンドのキングが正位置で入ってきています。タイミングがあって、それをきっかけに2人の情熱が湧き上がってくる。もともとの相性がさらに増してくるような感じがする。まずこれが一番ですね。もっともっとっていう感じで、初めはね、小さなことからつながっていくんですけど、もっともっとっていう風にお互いね、思うんじゃないかな。もっと仲良くなりたい、もっと一緒にいたいとか、最終的にはまたね、復縁していきたいとか、結ばれていきたい、自分たちの望みのままにやっていきたいっていう湧き上がる、どんどんと炎が。ただここでジャッジメント逆位置で入ってるので、こう骸骨がね、蘇っているような絵柄が出てきていますね。天使のラッパが吹かれていて、その合図によって棺から、骸骨がね、出てきているんですね。これ逆なので、お別れした時の原因とか、過去にあったそのいろんな状況とか、そういうのを整理していくっていうのが言われてるんじゃないかな。一つね、判決が下るんですよ、ここで。判決が下ると言ったら言葉が限定的になっちゃうかもしれないんですけど、もっと広い意味で考えてください。今あなたの中で決めていかなきゃいけないとか、誰かに認めてほしいとか、さっきも言ったようなこのカードの意味に対しての一つ大きな結果が出る、もう形となって綺麗になっていくというか、整理されていくとか、自分たちで見直しをかけるところが今出てきているのかなと。問題になっていたことを一つ一つクリアしていくっていうようなことがあるかな。条件をつけられるってこともあるかもしれないですね。結ばれていくためにここはこうしていこうねっていう2人で決めていくことだったりとか、ここで健康のカードも出てるので、もうね、怪我しないようにしようとか、2人の気持ち傷つかないようにここをこういうルールにね、作っていこうとかっていうこともあるかもしれない。やり方を変えていくってこともそうだけど、過去の問題をきれいにしていくっていうのが伝わりやすいかもしれないですね。そういうことをしていく、つまり環境の整理とかね、そういうこともしていきながら、燃える気持ちが止まらないっていう感じもする。もうまだまだもっともっとっていう感じがここから受け取られるので、まっすぐね、目を向けて、お互いお相手かな、すごくまっすぐとあなたを見ている、もう目をそらさないよっていうのがお互い伝わってくるので、かなり状況が変わってくるんじゃないかなっていうのが出てきています。すごくね、勢いがあっていいと思いますよ。何かを変えていきたいとか、整えていきたい、直していきたいと思っていることが、ちゃんとね、自分たちの力で直していけるっていうのが出てきていますし、そこに対する熱意とか、2人の関係性に対してもっと情熱が溢れてくるってことが言われているので、ここは前向きに受け取っていただいてもいいんじゃないかと思います。はい。では、この後ですね、お相手が、そうですね、あなたに今伝えたいこと、今何をあなたに伝えたいのか、もらっていきましょう。では、こちらのカードからもらっていきます。はい。このカードからもらっていきます。自然のままにっていう感じがします。流れを止めないで自然のままに流れていこうとか感じていこう。これそうか、気持ちのままにっていうことですね。あなたの中で流れを無理して止めている、その気持ち、言いたいこと、素直に言えないとか、そういうことをもうね、あえて口を押さえたりとか心を抑える必要ないよってことが言われてるんじゃないかと思います。この気持ちの流れ止めないでねっていう感じだと思います。ありのままっていうのが入ってきていますね、強く。もう止めないでね。一度動き出したものをもう止める必要はない。
一度こう動きが出てきたものをもう止めることなく進めていこうとか、もう自然のままにこう無理して進めるとか無理して止めるとかじゃなくて、こう2人の流れのままに身を任せて自然の流れの通りに進めていこうって。で、時には流れが速くなることもあるし、ゆっくりになることもある。穏やかになればね、スピードが上がってとか、あと逆流することもあるかもしれないけど、その自然の流れに沿ってやっていこうってことをあなたに伝えたいっていうふうに言われています。では今のあなたにできること見ていきましょう。はい、ではもらっていきます。まずこのタロットから1枚今のあなたにできることをもらっていって、その他にももらっていきます。はい、1枚、サマーの8。自分の中の心の壁剥がしていこうって、もう先へ進む時がもうやってきてるから、この明かりに向かってもう道がすでにもうできている、本当はねできているはずなんですよ。ただあなたがその道を見えないようにしてしまっていたりとか、進めないって自分の中で思い込んでいたかもしれないんだけど、もうそういうふうに自分を決めつけてしまったりとか押さえつけてしまうっていう、その、蓋っていうか壁っていうか、それをね壊していこうって、もうあなたは進む時がやってきてるから、今のあなたにできることは過去を置いて前を向いて歩いていくこと。自分の気持ち、道って本当ははっきりともう出てきていると思うんですね。ジャスティスも出てるから、自分の心に従ってどうやってやっていきたいのかとか、どうすればいいのかっていうこともうすでに出てきてるんじゃないかなと思うんですね。あとは明るい前に向かってあなたがそういう気持ちで取り組んでいくだけだっていうふうに言われています。そしてこのカードからももらっていきましょう。何かこう8と8でね、これ8っていうのが、結構ねナンバー的に入ってくるかなと思います。はい、いやもうここ時間って書いてますね。あなたはいろんなことを挑戦して頑張りすぎてきました、ちょっと頑張りすぎてきましたとか、すごくいろんなこと考えたり我慢したり、自分の中でできる限りのこと、いろんなことを考えながら、その時その時できることを一生懸命やってきましたって、もう単純にあなた頑張りすぎてますって言われてる。だから休んでねってことがこのカードから伝わってくるんですね。そして疲れてる、休んでねってことはやっぱり心身に何かこう影響を与えていたりとか、今ちょうどね休む時なのかもしれない。あなたが本当に体を休めるとか、あまりにもいろんなこと気遣いすぎていたりとか、自分の中でね無理して我慢していたりとかしすぎていたんじゃないっていうのが言われていて、休んでねってことをもうシンプルに言ってきてくれてるのと、そうですね、今のあなたにできることは寝ること、休むことね、体マッサージ受けるとか、ストレッチするとか、心が開放的になるような、ストレス発散になるようなことしたりとか、とにかく自分の心も体も休ませてくださいと。何かこうスマホとか見すぎてる人とかもいるんですかね。時間を時間ってこと言ってるんですよね。少し休憩する時間入れてくださいって。囚われてしまってるんですね。時間制限とかあるんですかね。いつまでに何をしなきゃいけないとかっていうのもあるのかな。そういう制限を外していくっていうこともそうだし、時間かけてスマホをいっぱい見てるとかありますか。そういう情報を追いかけてるとか、それから今解き放っていく時っていうのがあるから、余計なものを見すぎてるのかもしれない。
そしてこのカードも出てきているので、不安に思ってることを吐き出していこうっていう感じじゃないですか。シェア。本当に例えば体調悪いとか、最近ちょっと調子悪いんだよなっていう方は、なんかね、看護師さんみたいに見えたので、シスターとかなので、自分の身を清めに行くとか、あなたなりのやり方でいいので、例えばね、海に行って心が洗われるなって思うんだったら海を見に行くとかでもいいし、もう教会に行くとか神社に行って手をね清めてとか身を清めるとかでもいいかもしれないし、病院に行くとか、本当に心身が休めるようなことをしてねってことが言われていますね。外の空気を吸うことかもしれないし、なんかね、家の中でぎゅうぎゅうになっていたことを外に出て開放的な気持ちにね感じるとかっていうこともあります。そしてこのお選びいただいたカードもメッセージがあるんですね。自分の心の中の深い部分を見てみようって、よく見てって、今何かちぐはぐになってることとか我慢してることないって、あなたがお相手を愛する気持ちって本当はすごく深いものなんだってことに早く気づいてねってことが言われています。なんかこういうふうに思ったらいけないんじゃないかなとか、愛について信じられなくなっていってしまったりとか、自分の気持ちにすらね、これは何か正直で言っちゃいけないんじゃないかとか、自分の気持ちが見えないとかっていうこともあったかもしれないけど、あなたは確かにお相手を愛しています。そしてあなたのその愛っていうのは広くて深いものです。で、これは海のように深い愛っていう風に感じてください。海がね、結構ね出てきてましたよね。海辺。なので、あなたの心の広さっていう、この愛の広さ、深さっていうのは穏やか。そしてさっきも言ったみたいに、時には荒波も立つこともあるかもしれないですが、海っていうのはもともと生命の泉、源でもあります。海を見て心が落ち着くように、あなたの愛も落ち着きを与える力を持っています。なので今自分の愛をもう一度確認してみてください。よく見て、そこにはあなたの深い愛が眠っています。そしてわからない、どうしてもわからなければ海見ましょうね。で、実際の海に触れることができなければ海の動画を見るとか、あとはお風呂、入浴することで水を感じてください。そうすることで自分の深いところに手が届くようになっていきます。もし今自分自身悩んでる、見えないとか、どうしていいか具体的な行動、アクション欲しいなっていう時は、この海とか水辺っていうのを、意識してみてください。あとはね、本当に心身休ませてくださいねって、何かね、目が入ってくるので見過ぎなのかもしれない。自分自身いろんなものを、いろんな情報過多になってるのかもしれないので、ちょっとやりすぎだなっていうところは控えめにして、そして自然の方に目を向けていくっていうのもいいと思います。そしてね、これね、鍵だよって言われていたペンタクルのクイーンのカード見てますよね。自分の心、確かに今大切にしてるものあるんですよね。本当はちゃんとあるんですよ。形となってあなたの中にちゃんとあります。これを今思い出してください。思い返してみてください。感じてくださいって。確かに今あなたの手の中にあるもの、これを大切に持っていきましょうっていうことが言われています。自分自身を映しているんですね。このコインが今クイーンの顔を映してくれてるんです。だから今鏡を見て自分の顔を見ることもそうかもしれないし、自分の心を見ていく、見つめていく、大切にしていく、これたった一つだけなんだっていう風に感じることで、いろんな引き寄せのタイミングっていうのがやってきます。ここまでたくさんのカード、そしてお相手の言いたいこと、どうなっていくのかっていうのもいろいろとカードから出してきました。
この中からいろんなことがあるんですが、何か一つでも自分がアクションとしてやっていけるようなことがあれば、その一つから始めてみてください。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またいつもコメントや高評価など本当に励みになっています。ありがとうございます。これからも一緒にチャンネル作りしていただけるととても嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。こちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは復縁です。お相手の中にあなたはまだいらっしゃるのか、それともお相手の中ではもう終わっていることなのか、はっきりとここを結果を出していこうと思います。ではまずタロットカードシャッフルから行っていきます。こちらのタロットカードは正逆採用で見ていきます。お相手が復縁に対して今どう思っているのか、お別れしてしまったあなたのことに対して後悔していることがあるのか、お相手のお気持ち、そして今後の流れを見ていきます。そして結果的にはもしかしたらあなたの期待とは違うような結果になる可能性もあります。まだこれはカードを展開してみなければわからないのですが、お相手のお気持ちを見ていって、もしそこであなたの期待通りにならなかった、そういう結果になったとしても、ではその後どうすればいいのかとか、どういうふうにしていけばもっと具体的にタイミングが早くなるとか、タイミングが重なっていくとかっていうのも見ていきますので、いろいろと深掘りしながら見ていきましょう。ではもらっていきます。ではタロットカードから今のお互いの現状をもらっていきます。まずはあなたの現状を見て、その後にお相手の現状を見ていきます。まずこちらがあなたの現状です。ペンタクルの9、正位置で入っています。そしてお相手の現状を見ていきます。お相手の現状はペンタクルスの2番の逆位置。何かね、こう進んでいけない今の現状、囚われてるんじゃないかな、過去に。そして今自分自身の心、体、生活、バランスが乱れている。仕事に身が入らないとか、ずっと続くと思っていたのに続いていけない。気力が低下している。そういうのが出てきています。あなたを支えることができなかったっていう後悔が出てるんじゃないかな。もうね、先に進んでいかなきゃって、気持ち切り替えなきゃって、頭では分かってるんだけど、気持ちがもうそこまでついていけない。切り替えられないっていうね、すごく未練を感じます、ここから。で、あなたの現状を見ていく。あなたは気づいていないんじゃないかな、お相手がそういうふうに思ってるって。本当は、あなたとの関係続けたくて、あなたに未練があるってことを気づいていない気がします。少しあなたの考えてることを知りたい。今あなたは確かに生活は、確かにね、言われてみれば安定しているし、ね、住むお家があって、寝る場所があって、食べるものにも困っていなくてっていう生活があるんだけど、でも足りないものがある。ただお相手の気持ちが今見えていない、気づいていない。あなたのところに1枚深掘りでもらっていきたいです。ではジプシーカードからあなたのその補足ですね、全体的な補足として1枚もらいたいです。
チャイルド、ベビーのカードが入っているので、表現が難しいですね。自分の中で湧き上がる気持ちにあなたは今気づいていない。新しく始まっていくもの、生まれてくるものがある。そのことで、今あなたが一番ね、気にかけてること何ですかっていう問いに対してのベビーだから、あなたが今新しく誕生させようとしているもの、生み出していこうとしているもの、新しく始めようと思っていること、そして新しい関係とかね、そういうことも表していますし、ベビー、赤ちゃんですね。誕生させていくことを今すごくそっちの方に気持ちが傾いているというか、何に気を取られているのか、何を考えているのかっていうと、そのようなことが出てきています。誕生させたい。ね、そのままの通り、お子さんっていうのが今自分の心のウェイト占めてますっていう方ももちろんいるとは思いますし、でも今自分の生活に足りないものがまだあなたの中ではなんて言うんでしょう、バランスのカードが飛び出してきてます。あなたの中で今新しく始まっていくことに気がついていないのかな。あまり周りの状況が見えていないっていうところがあるんですね。はい、サマーのプリンス。なるほど。お相手の愛に気づいてないって。お相手が未練があるとか、わかりやすく言うと、あなたに対してまだ好きっていう気持ちがあるのに、お相手がそれを示してもあなたがそれに気づかないとか、いやそんなことないよっていう風に謙遜してしまったりとか、なんかね、信じられないっていう風に思っちゃったりとか、でもどちらかというと気づいていないっていう可能性が高い。自分の可能性にまだ気づいていないっていうのがあります。あなたの中に自分の魅力に気づいてない、自信がないってこともそうかもしれないけど、お相手の愛のこともそうですね。愛を伝えていきたいのにあなたがそれを気づいてないし、あとは本当にね、本音、お相手の状況が見えていないんじゃないかなっていうことと、バランスのカードが出てきているんですよね。歩み寄りじゃないですかね。お相手と歩み寄っていく、気づいてっていう感じですね。これね、バランスって言われてるんですけど、何のバランスかってちょっと一瞬考えたんですけど、お相手の今この状況に気づいていないこと、よく見て、周りよく見てとか、お相手のお気持ちに気づいてとか、あとはその自分の気持ちに気づくこともそうかもしれないし、まだ可能性すごくあるし、お相手すごく思ってるんですよね。そのことを信じてほしいっていうことを言われていて、信じられないって思うかもしれない。あなたがまさかお相手が自分のことを思ってくれてるなんてって思ってるかもしれないけど、可能性に気づいてっていうことを言っていて、今ね、お相手のことあまりよくね見えていない、連絡取れていないとか、あえてそうしてるとかね、自分の中に閉じこもってるのかもしれないけど、今の自分の生活で精一杯っていう方もねいるかもしれませんね。ここですね、お相手のお気持ちってところがすごく強く出てきていて、全然ね、これからの先、未来すごく明るいんですよ。うまくやっていけるっていう未来がもうすでに出てきているので、あとはもうあなたがそれを受け取るか、どうやってあなたが受け取ってどう感じていくのかっていうところにあるんじゃないかなっていうのが出てきています。では今の現状はこういう風に出てきているんですが、別れた時のお互いの気持ち、どんな気持ちだったのかっていうのを見ていきます。ここはジプシーカードからもらっていきましょう。あなたの気持ち、お相手の気持ち、それぞれ出していきます。
お別れした時どんな感じだったのか。まずあなたから、はい、ジャーニー。お相手、コミュニケーション。もうとてもうまくやっていたと思うんですね、お相手。あなたに本音をさらけ出していたし、素直になっていたし、いろいろね、お話ししてクリアしていきたかったんだって。たわいないことでも共有してやっていきたかったんだってことが言われているし、ただあなたが移動してるんですよね。動いていくんですよ。お相手に対して背中を向けて言ってるので、お相手のお気持ちあまり見えていなかった。本当のところまで見えないままあなたが動いていった。もしくはね、移動なので旅だから、その引っ越しとか遠距離になったとか、あなたの今状況、お仕事とかが忙しくなってお相手の方をなかなか見る時間持てなかったとか、そういうこともあるかもしれない。そして長距離の移動っていうのもあるので、長いスパンかけてあなたが取り組むことが出てきたとか、そういうことも言ってるし、お相手伝えてって、今の自分の気持ち伝えたい、誰か助けて、伝える人出てきてっていう風に、直接じゃなくていい、直接あなたに会えなくてもいいから、自分の気持ち伝えてほしいっていうのをすごく強く言っています。もうちょっともらっていきましょうか。はい、あなたにカップのページ逆位置で入ってる。お相手はエンプレス。いや、満足だったって言ってるんですよね。あなたのことをすごく愛していて、今でもそれがやまないって。なのに確実な結果を持っていけなかった。あなたを喜ばせてあげることができなかったんじゃないかって。そう、お相手から見たら、確信が持てなかったんでしょうね。確信が持てないというか、確実なものをあなたに届けることができなかったってことを言ってる。自分の努力不足だって、自分のことすごく責めてるんですね。自分に足りないものがあったからあなたが去っていってしまったんじゃないかって思ってる。そうですね。そのあなたが他にやらなきゃいけないことが出てきてしまったとか、もちろんタイミングがね合わなかったってこともそうなんです。そしてあなたがモテるってこともそうですね。それもあるんですけど、あなたの夢を叶えてあげることができなかったとか、お相手からしたらすごくね、エンプレス入ってるから満足させてあげたかったんですよ。自分の愛する人、理想の人、もう自分の女神様ですよ。もうあなたっていう存在がすごく大きくて、今でも忘れられないって。自分の人生の中ですごいいい恋愛だったんだって。あなたがすごく忘れられないってことを言ってるんだけど、守っていくための自分の力が足りなかったんじゃないかっていうのを、別れた時に感じていた。まだ何か届けたいことがすごくたくさんあったんだけど、全部届けることができなかった。気持ち、別れる時にね、気持ち全部言えなかった。例えば嫌だとか、別れたくないよとか、そういう取り乱すようなことができなかったとかっていうのもあります。もう自分の心のままに行かないでとかっていうふうに言えなかったとかね、本当はそういうふうに思っていたし、伝えたかったんだけどっていうところが出てきてる。お相手のすごく強い愛の気持ちっていうのがすごくここね出てきているんですね。あなたはお相手のことをどういうふうに思っていたのかが少し気になるので、1枚だけ。あな
たはお相手のことをどう思っていたのか。強行の逆位置。例えばお相手のことを、ごめんなさい、違うかもしれないけど、今入ってくるのはまだ、自分にとって本当にお相手の思ってる通りにまだね、お相手の方が経験不足というか、二人がね一緒にやっていくためにまだ学ばなきゃいけないことがお互いあるとか、お相手に対してもっと、経験積んでほしいなって思ってることがあったりとか、あとは本当にお相手の頭が凝り固まっていて、結構ねこうだって決めたらそこから動かないようなところがあったっていう風にあなたの中では見えていたとか、頼りにしたかった時に、頼れなかったっていうところもある。そう。あとは一部の方では複雑な恋愛、強行の逆だから、みんなに教えを説いている、司祭さんのカード、神父さんのカードの逆なので、誓いを立てられないような間柄にいたとか、そこがすごく気になっていたっていうのもあるかもしれないっていうのもありますね。何が原因でお別れしたんだろうかっていうのももらっていきましょう。で、お二人はなんかお相手すごく愛があったんだよってことを言ってるんですけど、何が原因で別れたのか、お別れの原因をもらっていきます。はい、もらっていきます。ソードの7。なるほど。もう一枚もらいましょう。塔のカード。何があった？何があった？もう一枚かな。ワンドの8。ちょっと待ってくださいね。すごく大きなことがあったっていうことが言われていて、二人にとってはすごく衝撃なこと。もうね、関係がここ真っ二つに折れてるので、本当にパキッと割れるようなぐらい二人の中がね、信頼関係かもしれないし、今まで築き上げてきたものが一瞬にして折れてしまうようなことがあった。それは何っていう風に聞いていくと、ワンドの8、突然やってきたんだって、急なアクシデントっていうのが強調されてきています。で、戦おうと思って、立ち向かおうと思ってやったんだけど、どうしても防ぐことができなかったこと。そしてそれは油断から来ることであった。慢心していたとか、何かね、例えば複雑な恋愛であれば、みんなに秘密でこの恋進めていったんだけど、ついお互いの気持ちに安心感を覚えてしまって、周りの状況をよく見えていなかったっていうところもある。これは複雑な恋愛だけではなくて、いろんな意味で周りが見えていなかったとか、そういうこともあるし、ちょっとね、よそ見してるような感じもするので、でもね、これ少しね、周りが見えていないってところに関しては、あなたと通ずるものがあるので、もしかしたらあなたの知らないところで何かが起きていたりとか、それにあなたが気づいていなかったってところもあるかもしれない。すごく対抗しようと思って頑張ったんですよね。でも抗えなかった。自然の出来事には、災害にね、逆らえなかったみたいな感じで、津波とか地震みたいに、天災ですねみたいに、そういう災害に
人間が立ち向かってどうにかしようと思ってもどうにもならない時ってあるじゃないですか。そういう感じでどうにもならなかったことが出てきたっていうのが言われている。少しここを深掘りしてもいいですか？どうしたのか。例えば周りの環境だったのか、あとはどちらか一方が怒ってしまった、怒らせちゃったとかかもしれないし、ただそのお互いの感情っていうよりは周りの環境、アクシデントっていうのが今のところすごく強く入ってくるかなと思いますね。誤解してるところもあるかもしれないかなと。まず1枚ワールド、ここでワールドが出てくる。ねえ、ワールドが出てくる。ここもうアクシデントとか、あと2人の、信頼関係だったりとか、絆が一回ここ崩れてしまったことがあったね。お別れした瞬間何か大きな衝撃があったかもしれないんだけど、これが一つの、サイクルですね。ここで一旦完結して、また新しく2人の世界が始まっていくためにこれがあったんだって、なんでこれがあったのって聞くとワールドが出てくるから、これからの世界をもっとより良くしていくために今ここで打ち壊しがあったんだって、そして立て直しの段階に今来てるよって、だからバランスとかベビーとか入ってくるんですかね。新しく始まっていくよとか、バランスとってこれからね調和してやっていくとか、一つになっていくってことが言われているので、そのための出来事だったんだって。何っていう風に聞いていってもかなり大きいですよね。ここね、何って聞いていくと、確かに突然やってきたことかもしれないんだけど、これは2人の信頼をより強くするため、より2人の世界を完成していくための一つのプロセスであって、ここで終わりではない。だから今ここでお別れしたのはこれで終わりじゃないんだよって。別れを経験したから、その先すっごく良くなるね。例えば複雑な恋愛をしているんであれば、それがクリアになるとか、障害を乗り越えていけるとか、2人がより一つになっていくための一つの階段だったんだってことに後々気づくでしょうって。今この大きなショック、悲しみよりも後々得られるこの2人の関係性の方が何百倍も大きくて素晴らしいことで、ここにたどり着く時には、これは自分たちを成長させてくれるための、自分たちを変えてくれるためのきっかけだったんだっていう風に思えるってことが言われてる。もうね、この後喜ばしいことが待ってるからねってことが言われてるし、カップのプリンスナイトが入ってるので、お相手ものすごくあなたに愛情をかけてるエンプレス入ってるでしょ。伝えたいってことすごく言ってるので、はい。ではそうですね、かなりね強いことを言われてる。別れた時のお気持ちで、お相手がその時何を言いたいのかってもらおうかなって思ったんですけど、多分もらう必要がないぐらいお相手すごく出してくれているので、そしてどんな関係になっていきたいかっていうのももうすでに出ているんですよ。お相手の気持ちっていうのが溢れているので、お二人の今の現状が変わるきっかけ、そしてお相手よりも私的にはあなたのお気持ちの方がよく見えていないっていうところがある。つまりあなた自身がまだ自分の方向性が見えていなかったりとか、迷いが出ていたりとかっていうところがあるのかなって、あなた自身の中で見えていないことがあるんじゃないかなと思うんですね。そこに対してのカードが欲しいんですね。ではあなたがそうですね、本当はどうしていきたいのかをもらっていきましょうか。この今のね、復縁に対して、別れてしまったお相手に対してあなたはどうしていきたいのか。
あなたが今お相手に対して思っていること、ね、逆でいきましょう。そしてあなたがお相手とどんな関係になりたいのか、2枚もらっていきましょう。はい、まず1枚。サマーのキング。はい、ではもう1枚もらっていく。サマーの2番。いや、もう最強なことを、最強だなというふうに思っています。同じぐらい、お相手の倍とは言わないけど、お相手と同じ、もしくはそれ以上に私の方がお相手のこと思ってるわよ、愛してるわよっていうふうにあなたが反撃してきてますね、私に。はい。私があなたのことよく見えないって言ったから、あなたが堂々とバシッと出してきてくれています。サマーのキング。2人の関係を守っていきたいんだって、この愛を貫いていきたいとか、そういうことを言ってるし、どんなことを思ってるのか。で、お相手に対してね、そしてどんな関係になっていきたいかって言ったら、サマーの2番が入ってるので、もう手を取り合ってやっていきたいんだって、そのために乗り越えるべきものは乗り越えていくし、守っていくしっていうことを言われているので、2人の気持ちすごく強い、共通して入ってきてますね。このサマーっていうのはカップを表している気持ち、愛情っていうのを表しています。はい、その気持ちのね、王様、そして、愛を届けに行くよっていう告白するカード、そして2人がパートナーシップ、信頼し合える関係なんだっていうカップの2番が入っている、これ以上ない。そしてワールド、エンプレス、誕生していく、すごく大きなことがここで流れとして入っています。もうあなたは何をしたいとかどうしたいとかはっきりともう出てるんですね。ごめんなさい、申し訳ありませんでした。私が謝罪するしかない。私の見る力がなくて申し訳ありませんでした。あなたのことが見えないとか言ってしまったんですが、全然そんなことないしっていうふうにあなたが、バシッと言ってますので、もうね、2人の気持ち噛み合ってくるんじゃないかなって、もう間もなく2人が一つになってくる時っていうのが出てくるんじゃないかなっていうふうに、ここ出てきていますね。では今の現状が変わり出すきっかけもらっていきましょう。最終的にはワールド、世界のカードが出てるので、2人は一つになっていくっていうのがある。ではどんなタイミング、どんなきっかけでっていうところをもらっていきましょう。はい、もらっていきます。今一度立ち止まってってことが言われていますね。ここ、もしあなたが計画していることがあるんだったら、そこは今見直しをかけるところが来ています。タイミングですね。やってきてます。今例えばお相手にいついつ連絡取ろうとか、じゃあ今すぐにでも思い立ったら吉日みたいな感じで今すぐにでも行動にしていこうとか、あなたが何か行動することに対して考えていること、お相手に対して考えている、こうしようああしようって思っている時、そして今多分あると思うんですね。こうやってやっていこうみたいな、そこに対して今自分自身が見直しをかける時がタイミングっていう風に言われてるんですね。そうだな。自分が見直しをかけるってことですね。まだ早いんじゃないかってあなたの中で思う時があるのかなっていうのが出てきています。動くためにはまだ準備する必要があるのかなとか、準備だけじゃなくて自分の心の準備だったりとか、環境の整理ってこともあるかもしれないけど、決めていくことっていうのが何かあなたの中である、なんかこう自分の信念っていうものが一つ決まる時だったりとか、相手に対して何て言おうかとか、何かねはっきりと一つ決まる時っていうのがタイミングかな。そのことに対してじゃあいつ言うとか、そういうタイミングを自分で考えている時とか、いやこれはまだ早いんじゃないかとか、いろんな具体的に考え始めた時、周りの状況をよく見始めた時、見えてきた時、
見えなかったものが見えてくるとき、これがタイミングだっていうふうに言われています。まっすぐと前を向いてあなたが何か見つけたときですね。では、そのことによって2人の関係性がどうなっていくのかをもらっていきます。はい、どうなっていくか。オータムの5が入っています。なるほど。では、ここに対してのアドバイスももらっていきましょう。オータムの5っていうのは、お家の中に入れてもらってるっていうような感じがありますよね。この2枚からタイミングが来て、それを機にどう変わっていくのか、受け入れていくっていうのが一番この絵柄から入ってくること。そしてこれはお相手をあなたがあなたの心の中に入れてあげるとか、逆かな、逆もあるかもしれない。お互いがお互いを受け入れていく。助けとはまたちょっと違うと思うんですけど、お話を聞いてあげるとか聞いてもらうとか、そういうことが出てきます。話し合いの時がやってくるんじゃないかな。話し合いというか、気持ちを確認し合うとか、苦しいことが解放されていくとか、そういうことが出てくる。このタイミングをきっかけにどう変わっていくかってことがあるので、あなたもお相手に気づいてあげることができる、気持ちに気づけるとか、手を差し伸べる、これパンを差し出してるんですよね。食べ物を差し出してる。お相手を助けてあげる、気持ちを汲み取っていけるとか、そういうことが言われているのと、あとこれはあなたの夢のメッセージを聞いてください。あなたの心の声を聞いてください。そしてあれかな、例えばね、寝不足、寝不足っていうのが入ってくるかなと思います。これ心身ともに、つまりパンをもらって、パンを分けてもらって、お腹が満たされる、心が満たされる、温かい気持ちになる。なので、心身のバランスが整ってくる。バランスが整ってくるとか、回復してくるっていうのも言われてるんですね。2人の関係が回復する、崩れかかっていた塔がまた新しく立て直されていく、回復するっていうのは、いろんなね、この今流れを見ていっていろんなところに当てはまってきますよね。でここね、あなたの夢ってあって眠っているので、眠れていない人もいるのかなっていうところがある。よく眠ってくださいねっていうのも言われてるんじゃないかな。そして夢の中に出てくる印象に残っている夢の内容だったりとか、あとは自分自身の心の声に早く気づいてねっていうふうにも言われてると思うんですね。で、こういう風になっていく、自分の気持ちはっきり見えてくるとか、相手を受け入れる、自分の心を開いて自分の本心を自分自身が受け止めていくことができる、回復していくっていうのがここで出てきています。何か崩れてしまったもの、落ちてしまったものがまた復興していくっていうイメージでいてください。では、今のあなたにできることを見ていきましょう。では、今のあなたにできることをもらっていきます。お別れした時は、お相手の気持ちが信じられないというか、言ってることとやってること違うんじゃないかって、あなたの中で誤解があったような気がするんですね。その誤解を解きたいってお相手が言ってるのかな。
このね、今出したこのカードも、今2人の心の距離、もしくは物理的に離れていたとしても、気持ち一つだよって言われてるんですね。なるほど。ちょっと待ってくださいね。これやりたいことやってもいいよって言われてる、2人は一つってこと感じてねと、あとはあなたの思う通りやってごらんってことが言われています。やりたいことやっていいよって言われてますね。そうですね、あなたがやりたいことをここに強く出てますね。お相手とやっていきたいんだって、パートナーシップ確認し合いたい、信頼関係を築いていきたい、またもう一度信じていきたい。そのことに対してゴーサインが出てる。思う通りやってごらんって。It's OK。はい。ということで、2人の気持ちはいつも一つだからね。だからやりたいことやってもお相手受け入れてくれるよ。だってここに世界が出てるから。何か落ち込むことあったのって、何かショックなこととか、自分のね、信頼していたものとか信じていたものが壊されたとか、例えばね、周りの環境が2人の中を引き裂いてしまったとか、いろんな障害があったかもしれないけど、それを2人は乗り越える力を持ってるし、一つの段階に過ぎなかった。最終的に2人は一つになっていくための、これは一つのね、ステップアップだったんだってことに、あなたたちは学びを得ることができます。で、いつも変わらず2人の愛はそこにある。それを感じてください。今見えていないことを見えるようになっていくでしょう。なのであなたは今何をすればいいのかというと、本当にやりたいことをやっていっていいよって素直にやってみてください。我慢してることがあるんだったら、その我慢を外してもうセーブかけずに自由にいろんなことやってみてくださいねっていうのがここで言われています。そしてこのカード、お選びいただいたカードからは、お互いのマイナスな部分だけ見ていても、その部分だけが大きく見えてしまうことってあるよってことが言われてますね。そしてそのね、お相手のマイナスな部分だけとか、自分の自信のないところとかばっかり見ていると、それがだんだん大きくなって、それしか見ていけなくなってしまったりとか、そうなると心がどんどん硬くなっていってしまうんです。お相手を受け入れづらくなっていきますし、自分に自信が持てなくなってきます。なので、ありのままの自分、そしてありのままのお相手を受け入れていくと、状況が変わっていきますっていう風に言われてますね。少しね、ここにも似てますよね。ありのままの自分たちを受け入れていく。自分のやりたいようにやってくださいっていう風に、ここが言われていますね。はい。2人が一つだってことがもうすでに見えているからです。とても強いお気持ちっていうのがここで現れてきました。今回は復縁についてリーディングしていきました。で、リーディングするときに一番最初にもお伝えした通り、もしかしたらあなたの思っていた通りには、願い通りには物事がスムーズに動かないかもしれないっていうふうにあらかじめお伝えしていたんですが、こうやって実際カードを開いていくと、お相手のお気持ち、そしてあなたのお気持ち、ここがとてもつながっていること、で、そのためにどうしていけばいいのかとか、今のあなたに必要なメッセージを出していきました。ですので、何か心に残ることとか参考になることがあれば、そちらをお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またいつも高評価やコメントをくださいまして本当にありがとうございます。ぜひこれからも応援をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。